のナレーションのにわかです。バックブレーダーをリメイクします。2年前にも作りましたが気に食わない点がありました。走行は4駆にしたいですよね。パワーブースターオンで始動させたいですよね。ということで4駆と音声認識を搭載します。さらに前輪独立可動のサスペンション機構も搭載します。それでは製作します。まずはボディを 3D スキャンします。専用シャーシを設計するため 3D データを寸法の参考にします。3D スキャンではメタリック色や透明だと精度が低下するので、同型かつ白色なバニシングゲイザーをスキャン対象にしています。点分データを取得したのでこれにメッシュを貼ります。3D データができました。その反省は次回に生かしてください。試作品を作ったのでポリグにして動かします。サスペンションが機能しません。実験ではいい動きをしていましたがその時はモーターの重さを考慮していなかったです。修正しました。引きバネに変更して斜めから引っ張るようにしました。いいですね。問題なく動いています。試作はこれでいいので回路を設計します。モーター部とセンサー部、発火装置部を設計します。マイコンのピンの選択はデータシートを見てやります。次は実装基板図を書きます。今回の Wi-Fi を使うのでマイコンには M5 スタンプ機構を使います。M5 スタンプ機構は小型な本体に Wi-Fi と Bluetooth を搭載していて、開発ボードかつ技的の取得済みのため優秀です。ピン数は少なめなのでそこはサイズとのトレードオフです。モーターは左右で2つ使うのでモータードライバーも2つ使います。モータードライバーは表面実装にします。実装基板図を書き終えました。うまくまとまりました。ラインと外形と穴のデータを出力します。BCU とエッジカッツ以外のチェックを外します。出力したデータをフラットキャムに入れて切削データを作ります。切削データが完成したので生基板を固定します。固定方法はグルーガンで十分です。CNC に生基板をセットして切削スタートです。銅箔を彫って回路を描きます。表面実装部品があるので彫りをできるだけ細くしています。カッターの先端が V 字なので彫りを浅くすると先端で彫れて細くできます。次にドリルで穴を開けます。直径は 0.8mm にしています。最後に外形を切り出します。基板を取り出しましょう。これで基板が切削完了しました。表面実装も SOP8 であれば CNC でもパターンが出ます。通電チェックはしておきましょう。出来上がった基板に電子部品をハンダ付けしていきます。ピンソケットが多いので次々にハンダ付けできるのがいいですね。これで基板が出来上がりました。綺麗にまとまっています。5V への高圧レギュレーターは邪魔になるので配線でつなげています。センサー、モーター、バッテリー、スイッチの配線はカメラ外で終わらせています。一番大変ですから、回路が終わったのでマシン製作に戻ります。前輪ホイールにベアリングを圧入します。色はメタリックブルーで塗装しています。4駆はベルトドライブで動力を伝えます。そのためホイールに水を掘ってあります。ベルトですが普通にかけるとダサいです。ベルトの隙間がその原因だと思います。これを解決するためにベルトサポートを作ります。外装に入ります。ボディの塗装とシール貼りが終わりました。フェンダー部とメイン部は切り離しています。アームはガンメタに塗装しています。フェンダーと一体になるので同色にしています。アームの形状をフェンダーの曲線に合わせています。リアアームも同様に合わせています。すべての部品が揃ったので組み立てます。アームにベルトサポートを取り付けます。スムーズに回転しますね。リアアームにモーターを取り付けます。モーターにホイールを取り付けます。フロントアームを取り付けます。フロントアームにバネを取り付けます。シャーシにバネを取り付けます。フ
フロントのサスペンション機構が完成しました。いい動きです。リアアームにバネを取り付けます。モーターの配線を通します。リアアームを取り付けます。リアのバネを取り付けます。前のサスペンション機構が完成しました。この時点ですでにかっこいいです。バッテリーを搭載します。空いている空間はとことん活用します。基板を搭載します。電源スイッチを取り付けます。基板にモーターのピンを接続します。フロントアームにセンサーを取り付けます。センサーのピンを接続します。マイコンを搭載します。前方アームにベルトをかけます。サポートによってベルトがかっこよくかかっています。比較すると雲泥の差ですね。アームにフェンダーを取り付けます。ポリカボディは内側からの塗装なので、塗装を傷めないように両面テープで固定しています。激しい動きはないので十分です。また、アームがフェンダーに合わせた曲線なので固定がされやすくなっています。最後にボディを取り付けます。完成しました。サスペンションバックブレーダーです。フロントフェンダーはダイナミックに稼働します。原作の雰囲気を出せているのではないでしょうか。2年前のものと比較します。ダミーサスペンションの1に実動のサスペンションを搭載できたので、実在感が向上しました。懸念していたサイドのベルトもフェンダーに沿ってうまく配置されています。リアのサスペンションがチラ見しているのもいいですね。それでは動作へレッツゴー。サスペンションの動きです。ムニムニと動いています。走行です。デジタル的な制御にしています。ご視聴ありがとうございました。次回は音声認識でパワーブースターを始動させます。うまくパワーブースターは始動するのか、今度はちゃんとしたパワーブースターの動画を撮影できるのか、チャンネル登録をして次回動画の通知を受け取りましょう。それではまた。のし。